ございます。おはようございます。本日は青森県奥入瀬渓流に来ております。はい、後ろに見えてますね。はい。川沿いに遊歩道があって、自然の中を散策していく感じで。そう。で、見どころのスポットが何個かあるので、それを頑張って歩いて、はい。回っていきます。とりあえず歩いていきつつ、ちょっとこの奥入瀬渓流についてお話しできればなと思います。はい。とりあえず向かっていきます。レッツゴー。説明が漏れていましたが、現在石毛戸休憩所というところにいます。ここを拠点にまずは観光していきます。最初に目指すのは右側の五月の流れです。それでは行ってみましょう。で、まずですね、はい。五月の流れというポイントに行きます。はい。で、ここの奥入瀬渓流は、見どころのスポットが何か所かあるんだけど、我々は観光雑誌のマップルで、そう観光ポイントを調べて旅をしているので、そこのマップルに載ってた今回は6ポイントを重点的に見ていきたいと思います。で、まず最初が五月の流れ。というところに向かってます。で、この奥入瀬渓流に来るにあたって、注意点がありまして、結構歩くんですよね。ウォーキング。そう。で、駐車場が全然ないんだよね。ない。そう、だから、来るんだったら早めに来たり、あとはバスで来たりするのがいいかもしれません。で、車で来る場合は、休憩所に駐車場があるんだけど、そこも結構もう、俺らが行った時は、満車でたまたま空いたから止められたから、よかった。そう。だからちょっと、来る時は、来る方法、交通手段はちょっといろいろと注意した方がいいかもしれないです。あと結構、車で来ても歩くことが多くなるから、そう。歩きやすい服装とか靴とか。うん。で来るのがベストです。今回回る6ポイントはだいたい多分ね、歩きで合計で3時間近く3時間以上かなかかるんで、そうなんかマップルで書いてあったのは、バスと徒歩、両方合わせて3時間10分かかるよって書いてあったの。そうだから、実際私たちも歩いてみてどんぐらいかかるかわかんないんだけど、私たちは途中の駐車場と、あと一番上流にある駐車場2カ所に止めながら歩いていこうかなって思ってますね。そうです。で、今ちょっと時間も計ってるので、かかった時間も最後にお話できればと思います。はい、じゃあ早速向かっていきます。はい。見てください。はい。苔です。苔ですね。さあ、苔も有名なんだよ。そう、なんか苔を観察するツアーとかも組まれてるぐらい、苔が流行ってるらしい。そう。流行ってる。うん。なんか観察ツアーはルーペ持って来るんだって。うん。綺麗だよね、でもやっぱ。そう。すごいね、この倒木に苔が生えて。すごいよね。すごいよ、迫力ある。これを見に来る人もいるらしい。そう。奥入瀬はいろんなのが楽しめるね。そう。川だけじゃないと。うん。五月の流れに来ました。来ました。音入ってるさあ、ここはなんか3つの流れが、なんか合わさってる。渓流美が魅力的なポイントです。もうすごいね、やっぱ勢いが急にここだけ変わってる。さっきまで割と穏やかだったんだけど、結構激しくなったね。じゃあここでちょっと写真撮っていきたいと思います。はい。人も多いね。多い。急に人が出てきた。ね。撮っていきましょう。はい。なんか俺が知らない歌をめっちゃ歌うんだよな。この幼児向けの俺が知らない曲をすごい歌うこの人。この辺はツキノワグマが出るらしい。そう。出没注意ってなってたから、結構みんな歩いてる人もクマ鈴持ってるよね。持ってる。結構私たちは知床でクマの出会わない方法を勉強してるので、それに倣ってクマ鈴とあとはさっきみたいに音を出して日和は歌いながら。いいんだよ、何でもいいんだよ、別に。いや、ほんとそう。存在を知らせるから歌ってもいいわけ。そう、クマに存在を知らせながら回っていきます。よし。結構しっかり山道じゃない？いや、めちゃめちゃ山道。だけど道路がすぐそこだから。なんか人気が全くないわけじゃない。そうそう。だからちょっとやっぱ足元が結構安定してるわけじゃないから。足元はそうだね。結構ぬかるんでたり。ね。そうで、今10月中旬なんだけど、一応紅葉のシーズン。そう。でも、まだピークは全然で。ちょっとね、早かったね。気持ち色づいてるかなぐらい。
そうです。だけどそのピークが10月の下旬なんだけど、その下旬は結構マイカー規制をしていて、それを知らなかったんだけど、だから一番紅葉がピークで見れるときは車では来れないと。そう危なかった。でも俺らは全然調べずに本当にそんなこと知らないで来たから、ピーク待ってたらね車で来れなかったからね、危なかったね。そうまあちょっとピークも見てみたいけどね。まあそうだね。うん。てかなんかこの辺に泊まってる人はバスとかで来てピークそうそうそう見れるみたいです。大丈夫ですいいよ変わるよ。そう待って左手にするから。そう紅葉のピークに来る場合は近くに泊まったり、あとバスで来る必要がある。そうだね。でも季節によって景色が変わっていいよね。うん。なんかさ冬はさ滝が凍ってつららになるって書いてあったんだけど。そう俺ね今まで2回来たことがあるんだけど、全部冬で来てて、その時はもうほんとこの辺全部雪。滝が凍ってつららになって綺麗って書いてあった。あ、それも見てみたいね。そうだから結構四季折々でここは景色が変わるから楽しめると思います。いいと思います。いいね、このさ目的地に行くまで歩いてるだけでもさ、この景色見れるのよくない？そうなんかポイントじゃないけどこうやって景色がいいポイントがいっぱいある。そうそうそう。ここもね名前は別になかったけどみんな写真撮ってるし。ほんと綺麗。今日晴れてるから木漏れ日が差し込んできてめっちゃ綺麗。いいよね。来ました。アシュラの流れ。はい、ここが大体この奥入瀬渓流のパンフレットの写真で使われてるスポットで、一番有名な写真のやつね。すごい流れが激しいね。音がさっきまでと全然違う。迫力あるね。ついさっきまでさすごい穏やかだったのに、急に流れが穏やかじゃなくなった。本当にそう。でちょっと写真撮っていきます。ここは。はい。この辺は九十九島って言って、川の真ん中に岩があるんだけど、その岩に木とか草が生えてる。すごいねこの辺。なんかちっちゃい島みたいなのがいっぱいある。これも多分石の上なんだよ。そう石の上に草木が生えてる。ここはねさっきのアシュラの流れからほんとすぐ。いや本当にそう。2、3分行ったらあった。ジャイアンいる？ジャイアンいない。ジャイアン大体上だけどねリサイタルは上だけどね。中に入る人って誰だ？あれはドラえもんじゃない？ドラえもん。ドラえもんじゃねえわ、マリオだわ。ワープできるかもしれない。行ってみ。何も生まれなかった。よし着いたぞ。だいぶ歩いてきた。めちゃめちゃ歩いた。着きました最終目的地。まず一つ目の最初の最終目的地難しいこと言ってる。そうです。来ました。雲井の滝。おおすごい。めっちゃ上から。すごい。ちょっと歩いていこうか。すごい。大迫力。すごい。雲井の滝。すごい。ここはなんかね滝が3段になってて、でなんか水量も豊かだから見応えありますよって書いてある。結構離れてるんだけどしぶきがここまでちょっと飛んできてるよね。めっちゃ涼しい風が。いい場所ですね。はいということで、はい。前半戦以上となります。はい。ちょっと来た道を頑張って戻らなくてはいけません。はい。で今ここまでですね、だいたい3時間スタートしてからかかってます。おかしいよね。最初に3時間で終わるみたいな。まあ俺らはね動画撮りながら写真撮りながら来てるから、そうこんだけ時間かかっちゃう。でこの後はちょっと後半、あとスポットとしては2個なんだけど、十和田湖の方まで行って、その最後の方のスポット2つ回っていきたいと思います。はい。はい、じゃあとりあえず車まで戻ります。頑張ろう。頑張るぞー。おお。さあもうすぐ休憩所に戻りますが、はい、これね石毛戸、はい、さっき通り過ぎちゃったんだけど、はい、これはなんか石毛戸の下戸っていうのがなんか利根地方の方言で小屋って意味なんだって。で石でできた小屋だから石毛戸。はい、すごいよねこれ。昔なんか美女の盗賊がここに隠れて恋人から金品を奪ってた。美女がいるってこと？
すごい見てくるこいつが。違う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 。いる美女。違う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 。すごくない？ここにいたらしいよ、盗賊が。すごいね。こんな歴史があるということです。さあもうすぐ休憩所です。マジかちょっとで車だから。その石毛戸休憩所です。石毛戸休憩所に戻ります。行くぞ。車を止めているので。行くぞ。あとちょっとだ。頑張れ。頑張るぞ。はい。着いた。着いたぞ。着いた。はい。頑張ったね。足がもう、肩もガチガチ。これで終わりじゃないんで。半分。半分。でもこんな味わかんないから。そう。次はもう全然。じゃあ、十和田湖行こうか。そう、十和田湖の方に向かいましょうか。はい。さあ、バラ焼きです。はい、十和田バラ焼きです。十和田の名物です。はい。こういうなんか甘だれに玉ねぎとお肉で炒まって。お肉は何ですか？これ牛肉かな？牛肉ですか？うん、牛バラだね。やった。いただきます。早くない？もう、めっちゃうま。入れた瞬間やばい。肉分厚くて美味しい。マジ。うま。幸せそう。なにこれうま。玉ねぎすごいね。玉ねぎすごい。いただきます。うまっ。うまくね？肉柔らか。柔らかいよね。で、玉ねぎもさ、ちゃんとタレ染み込んでてさ、うん、だけどシャキシャキに残っててさ、めっちゃうまくない？超合うね、肉と玉ねぎ。甘めのタレがいいよね。うん、うますぎる。最高です。米が合うわ。さあということで、はい、やってきました十和田湖。十和田湖です。さあもうちょっと満身創痍の我々は先にお昼を食べに来ました。限界だった。限界でした。はい。向こう側秋田県うんにやってて、秋田と青森の県境になってます。そう。向こうに見えるの秋田かな、じゃあ。そう、秋田かな。うん。で、ここは十和田山の噴火によってできた湖で、しかもこれなんか冬でも凍らないらしい。すごいね。そうで、なんか神秘の湖って呼ばれてるんだって。神秘の湖だ。すごくない？すごい。でしかも深さも日本で3番目に深い。に深い湖らしいですね。すごくない？だってさ、滝のつららもさ凍るのにさ、凍らないらしい。そこは凍らない。で、今まで言ってた奥入瀬渓流の水はここから流れてる水です。そう、ここが一番の上流。そう。ということで我々はラストのスポットにこれから向かいたいと思います。満身創痍です。頑張りましょう。じゃあ行きましょう。はい。次の滝に行くんですけど、はい。十和田湖から歩かなきゃいけないと思ってたんだけど、はい。なんと滝の近くに駐車場がありました。そうです。調べたら駐車場があって。なので歩かなくなりました。ほぼ歩かないで済むね。100メートルで次の滝です。で、しかもそこからもう一個、最後のスポットが6分ぐらい歩いて。だから、先ほどは全然歩かずに行けます。マジで危なかったよ。往復1時間ぐらいまた歩くとこあった。危なかったね。危ね危ね。よっしゃ、行こう。行くぞ。銚子大滝に来ました。すごい大きいね、この滝。一番大きい。すごいよ、迫力が。横幅が広くて、めちゃめちゃ大きい。で、ここは、その、奥入瀬渓流の本流にある唯一の滝。そう。になってて、ここが一番の人気スポットだった。確かに人多いよね。すごいね。ここも写真撮っていきます。はい。最後の滝です。来ました。これ、切り立ちで。ちょうど人がいなくて。今全然人がいないので、ちょっと三脚立てながら撮ってます。ここは九段の滝です。だからさっきの銚子大滝は人気だからすっごい混んでたんだけど、ちょっと10分弱歩いて、ここは九段の滝来たら誰もいなかった。誰もいなかった。誰もいないし、来る気配もない。そう、来る気配もない。全然ない。ない。これは階段状の思想を、細い線で流れ落ちる滝で、遊歩道で目の前まで近寄れるんだよ。こんな近い。めっちゃ近い、ここ。これまで見てきた滝の中で一番近い。一番近いね。ということで、これでマップルに載ってた6個のスポットを全て制覇しました。はい。イエーイ。よかった、最後車止めれたからね、全然歩かずに。そう、歩かずに済んだ。さあ、ここから車まで戻って、合計で何時間かかったのか観光にちょっと最後発表したいと思います。ご飯も食べてますんでね。はい。ということで、ちょっと車の方に戻ります。
はい、ということで、はい。奥入瀬渓流観光以上となります。動画は続きます。動画は続きます。そうです。もうちょっと続きます。そして、はい。奥入瀬渓流観光にかかった時間、なんと、6時間22分4秒は3時間って言ったの誰ですか？誰でしょうね。やっぱね、動画撮ってるのと、あとは写真を結構がっつり撮ったんで、まあそりゃこんぐらいかかるかなと。まあこれ全くこの時間は参考にならないと思いますが。そうですね。まあでも本当に結構歩くんで、来る際は歩くちゃんと準備と、時間に余裕を持って来ることをお勧めします。何歩歩いたんでしょうか？あ、そう、何歩歩いたかやりますか。何歩歩いたんでしょうか。ででん。はい。よりさんから。今日の歩数ははい。17,924歩です。おー。めっちゃ歩いた。歩いてますね。私はですね。はい。17,335歩です。うん。ちょっと私の方が多いね。やっぱ足が短い分、日和の方が。せでしょ。日和の方が足が短い分、やっぱ歩数が多くなってしまうんですが。さあ、今日はもう終わりです。まだ終わんないよ。チャンネルはそのままで。今日は以上ですけど、明日ちょっと十和田の方でおすすめの料理を食べに行きますので、はい。その様子まで皆さんお見逃しなく。ということで一旦また明日で。おやすみなさい。バイバーイ。めっちゃ見られた今恥ずかしい。馬肉吉兆さんに来ました。はい。ここは私のおすすめの馬肉料理屋さん。以前来たことめちゃめちゃ美味しかったので。ずっと来たかったもんね。はい。牧場からいただきます。霜降ってるじゃん。だからさ、なんか油がさ乗っててめちゃめちゃうまいよ。これやばいね。やばい。うわ、たてがみもいいっすか？いいよ。いいな。ちょっと。そう。うまっ。美味しいよね。めちゃめちゃ油乗ってて、だけどなんかそのもたれる感じの油じゃなくて全然。なんて言うんだろうね、これ本当にね、歯触りもいいの。これ両方食べたいの。両方頼んで正解。さあ、馬肉鍋です。鍋です。いや、もういっちゃいますよ。いっちゃってください。お肉が馬肉なんです。うまい。美味しい。合うね。鍋も合うんだね。味噌だれがいいね。あ、味噌だれなんだ。で、このせんべいですよ。そう、せんべいも青森の名物だ。これも入ってます。歯ごたえがあって美味しい。さあ、私も鍋を。初体験。馬肉。いただきます。美味しいよね。私馬肉って馬刺し以外で初めて食べたかも。マジ。鍋も合うんだね。青森来てさ、せんべい汁とかさ、せんべいの天ぷらとかさ、食べてきたけど、やっぱせんべい鍋もめちゃめちゃうまい。鍋うまいね、やっぱね。私らが鍋にせんべい入れるのさ、美味しいってもともとしてたからさ、結構家でもさ、せんべい取り寄せてさ鍋入れてたじゃん。久々に食べれてすごい幸せ。美味しいよね。そう、馬肉鍋には生卵がついてくるので、つけてすき焼き風で食べるってことですね。そういうことですね。食べてみようと思います。白滝もついてきた。いただきます。味噌鍋と卵ってめっちゃ合うんだね。より美味しくなるよ。マジ。めっちゃうまい。いや、うまいよね。合うんだ。ということで、はい。十和田奥入瀬の観光は以上になります。はい。
景色が綺麗だったり、美味しいご飯を食べたり、楽しかったですね。いや、ほんと最高だった。最後のやっぱ馬肉のお店は、前に友達が十和田に住んでて、その遊びに来た時に毎回必ず来てたお店なので、どうしても日和を連れてきたくて、ちょっと贅沢でしたが。ありがとうございます。はい。めっちゃうまかった、マジで。来ちゃいました。感動でした。はい。そして、この動画で青森編は以上となります。以上です。青森県も美味しいご飯がいっぱいでした。結局飯ですか。いやでも本当ご飯も美味しかったし、奥入瀬渓流とか自然も感じることができて、あとは縄文時代の世界遺産とかもあるので、すごい歴史も学ぶことができて大満喫な県でした。楽しかったです。そして、次回から新しい県になります。そう、移動します。楽しみですね。楽しみだね。こちらもお楽しみに。楽しみに。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。インスタグラムもやってます。概要欄からフォローお願いします。お願いします。それではまた次回。バイバーイ。インスタグラムもやってます。なんで笑う？ごめん。あれそれ抑揚がインスタグラムやってます。インスタグラムやってます。概要欄からフォローお願いします。インスタグラムもやってます。なんでそんな笑う？インスタグラムもやってます。概要欄からフォローお願いします。お願いします。それではまた次回。おい、すまない。あ、ダメだ。インスタグラムもやってます。概要欄から。インスタグラムもやってます。概要欄からフォローお願いします。お願いします。それではまた次回。バイバーイ。いい加減にしてくれ。あー、面白すぎる。おまけに使おう。しゅんくんが死ぬ笑って。インスタグラムもやった。そんな言い方して。へなへな言うの嫌だから、はっきり言っただけですけどね。めっちゃ面白い。あー、向かいたい。